愛してる。俺もだよ、ナオミ。愛してるよ。結婚しよ嬉しい。好き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 好
しかし二人の愛は冷めた。もうあなたの話聞きたくないの。もう私と話すことないでしょ。はい、じゃあこちらにお名前とサインを書いてください。これで離婚終わりです。はい。はい。ということで今日のテーマは離婚。はい、そうです。皆さん今日のテーマは日本の離婚についてです。はい。今日は私が日本の離婚がどういうものか、データを今日は皆さんに紹介しようと思います。はい。離婚だからといって暗い話聞きたくないと思わないでください。はい。できるだけ笑えるエンターテインメントと思って、話そうと思います。はい、こういうことが日本に起きてるんですねというふうにニュースと思って聞いてください。はい、じゃあ行きましょう。日本の離婚ってどのくらいあるか、離婚率と言います。はい、離婚率どのくらいだと思いますか？皆さんたくさん離婚してると思いますか？これですね、実は日本人は世界の人たちと比べるとそんなに離婚していません。はい、私も調べて分かりました。はい、世界で一番離婚している国はですね、これです。モルドバという国です。はい、この国はルーマニアの隣にある、ヨーロッパの方の国ですね。ちょっとデータを書きました。もしよかったら見てください。でもポッドキャストだから見なくてもどっちでもいいです。はい。モルドバという国では、1000人いたらその中で 3.8 人が離婚しているという計算になるそうです。で、これは世界中も同じように計算した場合のランキングです。はい。データでは、2023年の日本にあるデータではモルドバは世界で一番離婚していて、それでも、1000人の中3人、4人ぐらいですね。で、その後もっと他の国たくさんあるんですが、代表的な国としてアメリカをここに書きました。アメリカは1000人中 2.3 人ぐらいが離婚しているそうです。で、アメリカも広いので全部の州じゃないんですけど、この数はだいたいこのぐらいだそうです。日本から見るとアメリカというのは離婚をよくしている国というふうに日本ではよく言われています。はい、ですのでそれでも2.3 人ぐらい。どうですか？アメリカに住んでる方、離婚してる人多いですか？周りに。で、その半分ぐらいの数の人が日本では離婚しています。日本では1000人中 1.47 人が離婚していると言われています。はい、これは世界のランキングの中でも結構下の方です。そんなに多くはないです。はい、そして日本では宗教の問題で離婚できないということはないので自由です。自由。はい、1.4 人ですね、大体。はい。自分の国どうですかね。ちょっといろんな国ここにデータに書けなかったんですが、ぜひ調べてみてください。比べてみてください。はい。じゃあどのくらい早く離婚してしまうかについてお話ししますね。これはちょっと私はびっくりでした。はい。5年
間一緒に生活して5年の中で別れてしまう、離婚してしまう人たち、カップルです。カップルはどのくらいいると思いますか、日本。これね、結構多かった答えが。はい。なんと、32% です。32% ということは、3組3カップルあったら、その中の1つのカップルは5年以内に離婚するっていうことです。おお、早いってちょっと思いました、私は。はい。もちろんでその後続くカップルも多いんですけど、やっぱり最初の5年というのは結構大事な時間みたいですね。で、もうちょっと続いて全体の、カップル、結婚している人たちで見ると、いつ離婚する人が多いかというと、5年から10年の間、結婚していてですね、結婚して5年から10年経ったこの間の5から10の間で離婚する人が多い、全体だとね。例えば20年30年の人たちもいるし、全体で見た時5年から10年の間で離婚するカップルが一番多くて、それが何パーセントぐらいだと思いますか？これね、多い。これも 20%、 全体の 20% は5年から10年で離婚する。はい、これが日本の今の状態です。はい。まあやっぱりね、他人ですからね、もともとは他人と一緒に生活する、大変なことですね。はい。そして、じゃあ何歳ぐらいの時に離婚しやすいかというデータです。はい。これ男の人と女の人で違います。はい。日本の男の人は何歳の時に一番離婚しやすいか。答えは何歳だと思います？うん。これね、結構早いですね。35歳から39歳。この間に離婚する人が一番多い、男の人は。そして女の人はもうちょっと早い。あら、かわいそう。もうちょっと早くに離婚してしまいます。30歳から34歳の間に離婚する人が一番多いそうです。はい。このデータは最近のデータなので年によって違うはずなんですが、まあここ最近だったら大きく変わらないと思います。はい。ねえ。だから早く、結婚してもう早く離婚してしまうという人が結構多いっていうことですね、日本の場合ね。そして、離婚しやすい県、はい、どこの人が、日本の中のどこの人が離婚しやすいかというデータがありました。これ面白かった。はい。すごいですよ。一番離婚しやすい人、本当にパーンと高いです。そのパーセンテージが高い場所はどこだと思いますか？東京？うん、東京とかはもっとね、下の方です。全然下の方。多分東京はあんまり結婚しない人も多いから、はい、結婚してる数も少ないですね、全体から見ると。だから結婚もしてるし離婚も多いんだと思うんです、この一番は。答えは沖縄です。はい、一番暖かい沖縄県の人は、離婚するパーセンテージが高いです。一番高いです。数だと1000人に2人は離婚してる。だから全体よりとっても多いですね。2番目は大阪。はい。で、3番目は福岡県と宮崎県です。同じですか？福岡県と宮崎県は同じ数でした。離婚しやすいです。3番目に多いのが、九州ですね。九州の福岡県と宮崎県だそうです。はい。どうですか？もし皆さん日本に今住んでたり、友達がそこに住んでたりしたら、もし沖縄の人だったら離婚してるかもしれないから
ちょっと話すとき気をつけてくださいはい、やっぱり日本人にとってもすごくデリケートな、あんまり何でも離婚したの大丈夫とかそんな簡単に話せるテーマじゃありません、離婚というのは。はい、じゃあ次回は、もしよかったらどうして離婚したんですか、離婚の理由は何ですか、何があったんですかというのをランキングで皆さんにお話ししたいと思います。はい、皆さんの国でのデータもし知ってることあったらぜひメッセージで教えてください。じゃあ少しだけ私のオンラインレッスンの話をします。私は日本語を教えています。日本語教師です。日本語の先生です。はい、JLPT の読解の勉強、はい、N2、N1 の読解のビデオが私のオンラインビデオで見られます。はい、あとはビジネス日本語も教えてます。会話の練習も教えていますよ。そしてプライベートレッスンも Zoom のレッスンがあります。はい、よかったら一緒に勉強しませんか？とっても楽しいですよ。全部私のオンラインレッスンのリンクから見てください。リンクは下のところ、コメントとディスクリプションに書いておきます。そして私の X もあります。はい、これも、コメントリンクに書いておきます。はい、ではぜひ皆さん自分の国の離婚について、または自分の意見、ぜひ離婚についての意見ぜひ教えてください。